手術室の看護師って一体どんなことしてるんだろう。皆さんこんにちは、看護師のしきです。私以前より動画でちょこちょことオペ室経験があるってお話をしていたら、手術室の看護師って何をしているのという質問や、新卒で手術室勤務はデメリットあるっていう質問が最近たくさん来ています。皆さんは手術室看護師どういうイメージを持っていますか？おそらく皆さんこんな感じだと思うんですよね。そして先生にメスって言われてはいって渡すやつ、あれがオペ室看護師のお仕事の一つなんです。今回は手術室看護師の役割や手術室看護師と病棟看護師の違い、新卒で手術室看護師はありということをお話ししていきますね。現場では手術室というよりオペ室ということが多いので、これから先はオペ室の方を使いますね。それでは始めますよ。さっきお話ししたドラマでよく見る先生にメスって言われた時にはいって渡す、あの役割は器械出し看護師の役割ですね。基本的に手術に関わる場所っていうのは清潔でないといけないんです。私たちの身の回りは見えない菌が存在しています。患者さんの体の中を治療するので、体の中に感染などを引き起こす病原菌が入ってしまっては大変なんです。そのため手術には滅菌したものしか使えないんです。またその滅菌したものに触れることができるのは、同じく滅菌された滅菌手袋、そして滅菌ガウンを着用した器械出し看護師なんです。手術前にがっつりともう肘まで手洗いをして、滅菌手袋、滅菌ガウンを装着した後はもう清潔なものしか触れないんです。うっかりと清潔じゃないものに触ったっていうのは絶対起きちゃいけないので、待機している間はこうブラーンと手を下げてはいけないんです。だからきっとドラマではよくこのポーズがメインになると思うんですよね。ただこのポーズ、実際手術室ではやらないんです。皆さん、しゅんぴーさんのヘイヘイドクター知ってますか？そこでもお話に出てるんですが、こうではなくて実際はこうかこうです。手が他のものに触れないようにするためですね。ちなみに私はこっち派でした。器械出し看護師の仕事内容は主に医師に医療器具を渡したり手術の準備をすることになりますね。先生に指示された医療器具をすぐにパッと渡せるようにするためには、まず手術に必要な医療器具を全部覚えないといけないんです。これが最初すごい大変なんですよね。ハサミのような形の鉗子というものがあるんですけど、パッと見似てるけどハサミでいう先ですね。先がまっすぐなものがあれば曲がってるものがあったり、結構細かいところにも違いがあるので、そこもしっかりと覚えていきます。あと手術時間は長いと患者さんの体に負担がかかってしまうので、短ければ短い方いいんですね。なので先生から指示される前に何を使うのかあらかじめ予想していないとスムーズに渡すことができません。言われてから探すとなると時間かかっちゃいますからね。しかも私がオペ室にいた時は、先生はその医療器具の名前を言わずにパッと手を出す人もいたので、そういう場合は手術の内容、何しているかちゃんと理解して、次何を使うかふさわしいものをパッと渡す必要があったんですよ。なので医療器具を覚えることも大事ですし、あと手術の進行、何をやってるかも理解しないといけないんですね。器械出し看護師は手が清潔な状態なのでノートを見ることができないので、最初はもう覚えることがとにかくたくさんで大変でした。覚えるのは大変なんですが、先生に言われたものをパッとスムーズに出せたりとか、先を予測して行動してうまく流れができるとすごく快感なんですよ。これが器械出し看護師のやりがいかなって私は思いますね。あと手術中に患者さんに覆いかぶさっているこの布、ドレープやオイフというんですが、これを手術が始まる時に準備します。その時も清潔、不潔とちゃんと区別しながら、清潔のところには何を置くかとちゃんとセッティングして手術がスムーズに始まるように準備していきますね。もう一つの役割は外回りの看護師と言います。外回りの看護師は器械出しの看護師がやる以外の仕事を幅広くやりますね。
初めて手術室で働く場合はまず外回りの看護師としていろいろ全体的に手術の流れを覚えて、その後機械出し看護師の仕事を覚えるという形が多いですね。外回りの看護師の仕事は例えば記録ですね。何時から始まったのかとか、あと使用した薬だったり、使用した医療器具で記録に残さなきゃいけないものだったり、あと手術中の患者さんの変化ですね。手術に必要な情報っていうのを全部記録していきます。あとは患者さんの状態の観察ですね。手術中っていうのは患者さんの体の中を治療しているので、患者さんの体には変化が起こる可能性はあります。患者さんに異常はないかしっかりと観察して、必要時先生に報告する必要があります。患者さんによっては局所麻酔で起きている場合もあるので、不安を軽減できるように声掛けを行っていきますね。あとは麻酔の介助。麻酔は麻酔科医の先生が行うので、その先生の介助になりますね。このイラストは硬膜外麻酔の介助ですね。先生に麻酔の際必要なものを渡したりとか、イラストのように患者さんの体を支えたりするので、麻酔の介助に関する勉強が必要になりますね。あと手術が進んでいくうちに医療器具が必要になる場合があるので、必要な物品を清潔に渡します。中は滅菌状態の袋があって、こうパッとめくって中のものには触らないようにして、清潔な状態で機械出し看護師に渡せるようにしますね。最初は清潔なものには触っちゃいけないから、すごく渡すのも緊張しました。これは何回も手術中にやることがあるので、すぐになれますよ。あと大事なのはガーゼカウント。患者さんの体内にガーゼが残ってしまっては絶対にダメなので、使用した数分のガーゼの枚数があるのか必ず確認します。これは機械出し看護師とも一緒にやることありますね。もし数が合わないときは医療用のゴミ箱とかに捨てられてないかとか、ゴミ箱の中を全部調べることもあるんです。ではここで手術室看護師と病棟看護師の違いについてお話ししていきますね。オペ室は医療スタッフとのコミュニケーションがすごく多いです。病棟だと患者さんのもとへ行くこと多いですよね。オペ室だと術前訪問や入室時に患者さんとのコミュニケーションをとりますが、麻酔で眠ってしまった後は主に医者をはじめとした医療スタッフとのコミュニケーションが中心になります。なので患者さんとのコミュニケーションは病棟に比べたら少なくなるっていう事実はあります。ただ手術の前の日に術前訪問でお話しした患者さんに、手術当日入室時にお会いすると、あ、昨日会った看護師さんだから安心できるねと言ってもらえたり、あと局所麻酔で患者さんが起きている場合は外回りであればオペ後に大丈夫ですか、緊張しましたよねとこうお話できるので、コミュニケーション全くできないわけではないですし、励まされることもたくさんあります。特に機械出し看護師の方が医師とのコミュニケーションが濃いですね。オペ中だともうずっと隣にいるので、先生の話をもう聞き漏らすまいとずっと手術中は集中してますね。私以前めっちゃオペが伸びて、夜の11時過ぎになった時あったんですよ。でその時はもうみんなスタッフがもう帰っちゃって、次の日のオペの用意をしなきゃいけないから、オペ室をこうずっとこうモップで掃除したりとか、終わった後に先生がなんとピザを取っててくれたんです。もうその時はすごくお腹が空いてたし疲れてたので、ピザがすごく嬉しかったですね。先生とコミュニケーションをとって慣れないうちはやっぱり難しいこともあるんですけど、次第にこう信頼関係などが構築されていくと、こう一つのチームっていうんですかね、絆が深まっていく感じが私は結構好きですね。たまに怖い先生もいますけどね。あとオペ室は清潔と不潔にめちゃくちゃ厳しいんです。さっきもお話ししたんですが、患者さんが感染など起こってしまっては大変なので、オペ室にいる間はもう清潔不潔常に意識する感じです。おそらくオペ室の見学に行ったことがある人は、こうそこ触れないでとか、見学の時はここから出ないでねとか言われたことがあるんじゃないかなと思います。清潔と不潔っていうのは病棟でももちろん意識しますが、もうオペ室で働くと清潔と不潔ががっつりと身につきますね。あとオペ室がいいところとしては、医療器具がもう本当にたくさん覚えられます。最初は覚えるのが大変なんですけども、慣れるともうこれだねってすぐに分かりますね。もうどんな場所でも言われたらすぐにパッと出せるくらい医療器具はバッチリ覚えられるようになります。
オペ室で覚えた医療器具の知識っていうのはこれからもずっと使えますね。あとオペ室で働いてると解剖に強くなります。器械出しの看護師はどこの部位でどういう治療してるのかを分からなきゃいけないので、解剖の知識が必要になるんです。手術だと普段見えないような内部まで見えたりするので、解剖にすごく強くなります。これはすごく良かったなって思いますね。あと、ちょっとマイナスポイントかもしれないんですけど、オペ室は採血とかあとルートの確保は機会は少ないです。オペ中の患者さんっていうのは必ず点滴はするんですけど、大抵病棟でルートを確保してからオペ室に来ます。オペ室でもしもう一回ルート確保となった場合は麻酔科の先生がやることが多いんですよ。なので機会は少ないですね。場所にはよるかもしれません。あとオペ室では看護技術が限られてしまいます。病棟では当たり前のように正式、陰線、洗髪、あとトイレの介助、食事介助とか日常的にやっぱり患者さんと関わることが多いので、たくさんのケアだったり看護技術だったりが必要になります。ただオペ室ですと、オペがもちろん中心になるので看護技術は限られてしまいます。ただオペ室だからできることもありますし、オペ室で得た経験っていうのは絶対これから生きていくっていうことはお伝えしたいですね。ではここで新卒で手術室看護師はありかということについてお話しますね。私の意見としてはありだと思います。ただオペ室を志望している場合でも、まずは病棟で学んだ方がいいよって言われるっていうのはよく相談を受けるんですね。そのアドバイスを言う気持ちっていうのも分かります。おそらく、今後病棟に行くことを考えると、一から病棟の業務や看護技術を覚えるのは大変じゃないかなということを考えてのアドバイスだと思うんです。診療科によってよく使う知識だったり看護技術に差はあるんですけど、例えばケアとか採血とか共通していることはたくさんあるので、一度病棟で働くとまた病棟に戻ってきた時にやりやすいというのはあります。ただオペ室をやりたいっていう気持ちも大切なので、私はやりたいことを優先してもいいのかなって思います。新卒でオペ室を経験した方はどういう思いだったのか、私調査してきたんですね。そしたら看護技術はやっぱりオペ室でやらないことは多いけれども、看護師1年目の新人研修でしっかりと研修をしたので、後から看護技術は困らなかったという方もいました。確かに1年目の新人教育をしっかりやっているところだと、新人さんがみんなで集まって看護師に必要な看護技術や知識を勉強する場が設けられているので、新卒でオペ室を希望している場合は新人研修がしっかりしたところを選んだ方がいいのかなって思いました。あと他に新卒でオペ室でその後病棟で勤務したという方からは、オペ適用の患者さんの疾患がしっかりと理解できたという声や、どういうオペをしたかイメージができるからその後の病棟の看護がしやすいという声もありましたね。一方で病棟に移動したら大丈夫かなっていう不安があったとか、あとオペ室ではすぐに先生に異常報告することができるんですね。なので病棟に移動してからフィジカルアセスメントを一から勉強するのは大変だったという声もありました。そういう不安とか聞くと難しいな、どう考えたらいいのかなって思う人はやっぱりいると思います。ただこういう先の不安っていうのは誰にでもあるのかなと思います。なので大事なのは自分が何を大切にしているかということを考えてみることじゃないかなと思います。看護師の免許っていろんな道を選択できるんですよ。なのでやりたいからやってみよう、ダメだったらその時考えようっていう考えでもいいですし、あと今後もし病棟で働くというのを考えているのであれば、やっぱり病棟スタートがいいのかなって考えるのもありですし、自分と向き合ってみてください。その時たくさん考えることで答えが自分の中でまとまってくると思います。私の知り合いのスタッフだとオペ室の看護師として新卒で働いて、そのまま一回も病棟とか行かずに手術室の認定看護師になった先輩もいますし、オペ室っていうのをそもそも全く考えてなかったけれども、土日休みで夜勤がない勤務ということでオペ室で働くことにしたという方もいました。なのでいろんな道があるんだなって思いますね。もしオペ室が気になるけど決められないという方は大きい病院を選ぶことをお勧めします。大きい病院だと先ほど紹介した新人教育もしっかりしている可能性が高いですし、オペ室以外でもいろんな選択肢があります。
もし気になる病院があったら、病院見学やインターンシップで新卒でオペ室を目指しているってことを相談してみるといいかもしれませんね。そうするとその病院の新人さんへの方針などがわかるかもしれませんよ。この動画をもしオペ室の看護師さんが見ていたら、ぜひ皆さんのアドバイスもコメント欄にいただけると嬉しいです。今日はオペ室看護師についてお話ししました。お話を聞いていて新たに気になったことや質問や相談がありましたら、コメント欄でぜひ教えてください。それでは今日の動画は以上になります。この動画が良かったよという方はぜひグッドボタンやチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。